DONLINE ゴールドオンラインの記事は創作ってコメントが溢れているのに、むしろビジネスモデルとしてはそれが正解なわけ。INE ゴールドオンラインの記事がネット上で創作作り話ではないかと揶揄される理由は、主にその独自の編集方針と記事のスタイルにあります。なぜ創作と言われるのか。あまりにできすぎたエピソード設定。ゴールドオンラインの記事の多くは、年金付きに10万円の夫婦が、長男のせいで破産寸前にといった、読者の不安や関心を強く引く具体的すぎる不幸トラブル事例から始まります。登場人物の感情や会話が非常に生々しく描かれているため、ドキュメンタリーというよりは実話に基づいた再現ドラマの台本のように見えてしまい、読者にこれはライターが作ったストーリーでは、という印象を与えがちです。煽りの強いタイトルクリックベイト。絶句阿鼻共感一家さんといった強い言葉をタイトルに多用します。Yahoo ニュースなどのプラットフォームで目立つための手法ですが、期待して読んだ内容が一般的な解説だったりすると、落差から釣り記事創作話と叩かれやすくなります。専門家による事例紹介の形式。これらの記事は多くの場合、税理士や弁護士などの専門家が執筆監修しています。彼らが実際に経験した複数の事例を、プライバシー保護のために統合脚色でフォルメして紹介するため、結果として平均的な不幸を詰め込んだフィクションのような質感になってしまう側面があります。数字で見るゴールドオンラインの規模。創作と批判されつつも、数字で見ると日本屈指のモンスター媒体であることは間違いありません。運営元幻冬舎ゴールドオンライン幻冬舎グループ。月間 PP ページビュー約1億 PV 以上時期により変動あり。ターゲット送付郵送。企業オーナー。地主。医師。高所得会社員。読者属性金融資産1億円以上が約3分の1。50代が約 40%。主なテーマ相続。不動産。資産運用。税金。年金。これほど創作だと言われながらも数字が伸びているのは、それだけ人の不幸やお金のトラブルに対する関心が凄まじく高いことを示しています。批判する早弱年層やネットリテラシーが高い層がいる一方で、実際に切実な悩みを持つターゲット相互戦70代にとっては、物語形式の方が自分ごととして読みやすく、結果として膨大な PV を稼ぎ出しているという構図です。ビジネスモデルとしては、この膨大なアクセスを入り口にして、背後にあるセミナー参加や個別相談、資産運用や相続対策へ誘導するという、非常に効率的で強力な仕組みになっています。記事数と更新頻度の目安。ゴールドオンラインは、非常に更新頻度が高い媒体として知られています。タイトル1日あたりの配信数、数値約20件から30件程度。補足や風ニュースなどのポータルサイトへ、朝から深夜まで断続的に記事を流し込んでいます。月間に換算すると、およそ600件から900件もの新しい記事が生成されている計算になります。創作指摘コメントの割合推計。記事において、コメント欄の傾向を分析すると、以下のような構成になることが多いです。コメント欄の構成非イメージ。創作、釣り、デフォルメだと指摘する声約 40% から 60%。内容そのものへの批判や感想約 30%。自身の体験談や有益なアドバイス約 10%。特に創作を疑うコメントが、いわゆるそう思う共感順のトップを独占する現象が頻繁に見られます。これは、読者が記事の内容を実話としてではなく、一種の極端な事例に基づいた教訓話として消費している証拠でもあります。ケーススタディ。ゴールドオンライン側は、これらの記事を完全なフィクションとは呼んでおらず、資料税理士や弁護士が接した複数の実例を組み合わせたケーススタディとして構成しています。数字を追うと、創作だと突っ込まれるほどの極端な設定エンタメ性を持たせることで、月間1億 PV という巨大なトラフィックを生み出しているという、ビジネス上の割り切った戦略が見えてきます。ビジネスモデル。ゴールドオンラインのビジネスモデルは、単なる広告収入 PV ではなく、その先の高額商品の販売リード獲得に極めて特化した設計になっています。創作に近いと言われるほど刺激的な記事を量産する理由は、この数字に裏打ちされた戦略があるからです。1、記事を起点とした集客の数字。まず、入り口となるウェブメディアとしてのパワーです。項目 PV 数ページビュー。数値月間、約1億 PV 以上。役割や風ニュースなどの外部ポータルに刺激的な記事を流し、巨大なアクセスを集めます。
創作指摘が出るほどの生々しいトラブル事例は、このアクセスを稼ぐための強力なフックです。項目記事配信数。数値月間、約600件から900件。役割圧倒的な物量でネット上の露出を面で取ります。2、収益の柱著者企業からの掲載料。ゴールドオンラインは、記事を書く専門課税理士、弁護士、不動産会社など、からも収益を得る BTOB のモデルが強力です。項目広告記事掲載費用推定。数値1ページ数百万円単位。役割専門家や企業が著者として記事を書くために、検討者側に広告費を支払います。これにより、企業は日本最大級の富裕層メディアに掲載されているという権威性と、見込み客との接点を得ます。3、リード獲得とセミナーの数字。ここが最大の収益源です。記事で不安や関心を煽り、解決策としてセミナーへ誘導します。項目年間セミナー開催数。数値約700回。役割1日に約2回のペースでセミナーを開催。記事を読んで自分も危ないかもと思った読者を、直接的な商談の場へ引き込みます。項目累計セミナー参加者数。数値約5万7千人延べ。役割不動産投資や相続対策など、一件の制約で数百万円から数千万円の利益が出る高額商材の見込み客リストをこれだけの規模で抱えています。4、収益構造のまとめ。ゴールドオンラインの強みは、以下の3階層による高単価な出口があることです。仮想 PV による広告収入。Google AdSense やネットワーク広告。これだけで運営費の多くを賄えます。中層企業からの掲載料ブランディング。自社の商品を富裕層に売りたい企業から、記事掲載やインタビュー調査という形で直接料金を取ります。上層高額商品の制約バックエンド。不動産、海外資産運用、節税商品などのマッチング。これが最も利益率が高く、1億 PV はそのための巨大な網として機能しています。創作性を指摘されるような読者の感情を揺さぶるストーリーは、このピラミッドの頂点にあるセミナー参加や資産運用相談へ人を動かすための、極めて合理的なビジネス装置と言えます。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。